はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今日は鍵盤が弾けなくてもキューベースのコードトラックを使って楽に打ち込みができるよっていうのを解説する動画をやってみたいと思います。では、行ってみましょう。はい。では、まず作ろうと思う曲の、テンポとかを先に決めた方が楽だと思いますので、決めたいと思うんですけども、今回はですね、もうあらかじめ決めてあります。110でいこうかなと。ガイドになるですね、リズムがあった方が分かりやすいですので、今僕は SSD5 ですね。これのグルーブです。これを適当に貼り付けて8小節ほどのドラムトラックを作ってます。もうほんと貼っただけです。ですので、すごい簡単にドラムトラックを組んである状態です。で、これじゃなくても、例えば DAW に付属してるループとかを使ってあげることで、ドラムが鳴ってくれたりしますので、例えばこういうやつですね。はい。こんな感じで、ループサンプルなんかも入ってますので、これを貼っつけてあげてもいいですし、とにかくなんか目安になるドラムがあった方が雰囲気がわかりやすいと思います。では次にコードトラックを実際に作ってみましょう。この部分ですね。で、右クリックをするか、プロジェクト。こちらのトラックを追加からコードを選んでもいいです。コードトラックを追加で、これでコードトラックができます。で、このまんまだと音が鳴りませんので、ここに、じゃあ付属のハリオンソニックを立ち上げて、こちらに、じゃあピアノの音でも入れてみようと思います。はい、これで、ピアノの音が立ち上がりました。鍵盤をクリックしてあげると、はい、音が出ます。で、コードトラックですね。コードトラックの方が、今モニターしているトラックをしようとなってるんですが、これを確実にハリオンソニックが鳴ってくれるように、ハリオンソニックにしておきます。はい、これでハリオンソニックのピアノが確実になってくれます。ではですね、コードトラックにコードを入れる方法なんですが、鉛筆ツールを使ってダブルクリックする。そうすると、X っていうこういう箱ができます。これですね。で、ここをまた、今度は矢印ツールでダブルクリックすることでコードを選べるようにもなりますし、これではなく、コードパッド。こちらを直接ドラッグすることもできます。ただこの場合、アサインされているコードがある程度限られてきますので、どちらか都合のいい方を使ってあげるといいと思います。では、コード進行なんかわかんないよという楽器未経験の方でも簡単にコード進行が作れる方法をご案内します。まず最初のこの部分ですね。ここのコードだけは決めてあげましょう。わかりやすく今回はじゃあ C のコード。こんな響きのコードです。これを決めてあげて、次にコードを入れる場所、箱を作るんですけれども、この時ですね、鉛筆ツールでダブルクリックしてもいいんですが、ここ、プラスボタンでコードを追加ということができます。これ1小節ごとに入っていくんですが、押していくたびに、はい、こんな風に箱ができていきます。で、この箱の中のコードを決定していくんですが、この時、コード進行がわからなくても、コードアシスタント機能。これを使ってあげます。で、このコードアシスタント機能なんですけれども、ここ、コード提示レベル。これ、1だと一番密接な関係にあるコードが出ます。で、数字が増えていくごとに、関係性の薄いものが出てきます。つながらないものに関しては、提示されませんので、何かしらつながる形になると思います。で、ここ、ギャップモードですね。
このギャップモードが前側に三角の矢印が出てる場合は、前のコード。これを意識したコードが提示されます。前後にしてあげると、前と後ろのコードを意識したここの位置のコードが提示されるようになります。今は前の C からの流れですので、これは前にしておきます。で、最も関係性の近いものが今3つ出てます。で、3つはちょっと少ないかなっていう時は2つ。3番目とかにしてあげると、どんどん表示されるコードが増えていきます。そして、このモードですね。共通音。前のコードに対して共通する音が多いものをここで表示してくれたり、はい。ここだと、この収支形にすると、このコード進行自体もここに出てくれたりしますよね。これを起点としたコード進行だったりが、ここに表示されたりしますので、参考にしてみてください。今回は共通音モードを使って、前のコードに対してつながるコードを選んでいきたいと思います。ここを、じゃあ Am 入れましょうか。はい。そうするとその次のコードですね。ここにまたこんだけ表示されます。では Dm。はい。で G といきましょうか。はい。こんな感じでいくつかコードが入りました。ではこれを一旦聞いてみましょう。はい、こんな感じになります。で、気に入らなければそこを変えてあげればいいと思いますので、これですね。で、前後のつながりで変えてみようというときはこういう風にしてもいいと思います。じゃあ、F に変えようかな。ね。ここはじゃあ B フラットに変えよう。みたいなことができます。で、変えた場合をまた聞いてみましょう。はい、こんな感じでしっかりつながってくれますよね。ですので、コード進行わからない方でも、どんどん作っていけることができますし、逆に分かってる人でも、アレンジの幅がどんどん広がると思います。で、こういうコードアシスタント機能を使って、じゃあコード進行を、8小節分決めてしまいますね。はい。では、8小節のコード進行ができました。で、これをミディ化するやり方なんですが、コードトラックのコードを選択してあげて、このまんま、ミディトラックにドラッグします。はい。そうするとこんな感じでコードのデータが出来上がります。ですが、これだと全音符のデータしか入らないですよね。これをもっと簡単にリズムを刻んだり、フレーズを弾いてみたりして、で、しかもコードに自動的に合ってくれるという機能をご紹介します。では実際にやってみましょう。ではこの全音符のデータはいらないので消してしまいます。でですね、このピアノが鳴ってるミディトラックのここ、コード。この部分を開きます。その中のライブ入力、ここですね。これを今オフになってるんですが、コードにします。そうすると、同じ鍵盤を弾いていても、コードに合わせて音が変わってくれます。実際に、じゃあ僕はここのドミソのコード、この鍵盤だけをずっと弾いてます。で、実際に音が変わっていくのを聞いてみてください。ではやってみます。はい、変わってくれたのがお分かりいただけたでしょうか。
してこれはコードだけではなくフレーズでも変わっていきますので、次はなんかちょっとアルペジオ的なものをずっと弾いてみますね。では聴いてみてください。はい。では先ほどの機能を使ってピアノとエレピのデータを入れてみました。ちょっと聞いてみてください。はい。といった感じになるんですが、この段階でコード進行を変えたくなったという時にどうするかということなんですが、これも簡単にコードに合わせて変えることができます。各ミディトラックですね。こちらのこのコードトラックに追従というところ。ここを今オフなんですが、これをコードだったりスケールだったりと選ぶことができます。今回はコードにしておきますね。で、直接追従で大丈夫ですので、OK を押します。で、こちらも同じくコードを選んで、直接追従で OK。で、そしたらですね、ここコード変えてみたいと思います。この C の部分を、では e マイナーにしましょう。A マイナーのコードを A7 にします。G7 を少し後ろに持っていきます。で、ここにもう一個コード追加します。では、ここに B フラット入れます。はい。このような感じにコードを変えて、で、ここがコード2つなりますので、データをちょっとちょん切って、半分ずつコード感を出してみましょう。はい。できました。では、これを聞いてみてください。しっかりコードに追従して変わっていってるか聞いてみてください。はい。しっかりコードに合わせて変わっていてくれたのが分かったかと思います。ではですね、このコードトラックを使って今度はメロディーとベースラインを作ってみたいと思います。